2026年4月、アメリカ、ペンシルベニア州フィラデルフィアで、ある男の人生が静かに、しかし劇的に動いた。法廷の扉が開く。裁判官の声が響く。被告人に対し、無罪を言い渡す。その瞬間、傍聴席からどよめきが上がった。弁護士たちが立ち上がり、互いに抱き合った。そして当の本人、マーカス・ウィリアムズは、ただ静かに目を閉じた。涙は、すぐには出なかった。31年。その数字を、一度口の中で転がしてみてほしい。31年という時間が、この男から奪われた。1995年、凶悪な強盗殺人事件の犯人として逮捕されたマーカスは、裁判で有罪判決を受け、刑務所へと送られた。彼は一貫して無実を訴えた。しかし、誰も信じなかった。それから31年後、DNA 鑑定技術の進歩が、真実を白日の下にさらした。現場に残されていたわずかな生体資料。それが証明したのは、マーカスがその場にいなかったという事実だった。冤罪を晴らすのに、31年かかった。法廷を出たマーカスは、空を見上げた。青かった。ただ、それだけだ。だが、この物語は、ここで終わらない。自由を手にしたその日、彼を待っていたのは、もう一つの宣告だった。彼が無罪判決を受ける前、一体どんな日常を送っていたのか、そして、その日常がいかにして壊れていったのか。次は、すべてが始まる前の、平凡で穏やかな毎日へと遡る。マーカス・ウィリアムズは、ペンシルベニア州フィラデルフィアの小さなアパートで目を覚ます。窓から差し込む朝の光が、薄いカーテンを透かして部屋を照らしていた。1995年、彼は32歳だった。仕事は、地元の運送会社でのトラック運転手だ。決して華やかな仕事ではない。だが、彼はその仕事を誇りに思っていた。毎朝5時に起きる。コーヒーを一杯だけ飲む。それから、決まったルートを走り出す。街がまだ眠っている時間に、彼の一日は始まっていた。アパートの壁には、娘のサラが描いた絵が貼ってある。クレヨンで描かれた、ぎこちない太陽という。その絵を見るたびに、マーカスは小さく笑った。サラはまだ6歳だった。元妻とは別れていたが、毎週末には必ず会いに行っていた。公園でサッカーをしたり、安いピザを食べたりした。それが、彼の一番の楽しみだった。友人たちからは、真面目すぎる、とよく言われた。酒もほとんど飲まない。夜遊びもしない。ただ、コツコツと働いて、娘のために貯金をしていた。いつか、もう少し広い家に引っ越したい。さらに自分の部屋を作ってやりたい。それだけが、彼の夢だった。小さな夢だ。けれど、彼にとっては、何より大切なものだった。この穏やかな日常が、永遠に続くと思っていた。誰もがそう思うように、マーカスも疑わなかった。しかし、運命というものは、何の予告もなく訪れる。1995年の秋、フィラデルフィアのある路地で、一つの事件が起きる。そしてそれが、彼の全てを奪い去ることになる。1995年の秋、フィラデルフィアの街は、静かに冷え始めていた。その年の10月、南フィラデルフィアの路地裏で、一人の男性が遺体となって発見された。被害者の名は、エドワード・コリンズ。地元で小さな雑貨店を営む、52歳の男だった。頭部に複数の打撲傷、財布と腕時計が奪われていた。警察は即座に、強盗殺人事件と断定した。街は震え上がった。近所の人々は、夜に出歩くことすら恐れた。捜査員たちには、早期解決へのプレッシャーが重くのしかかっていた。そんな中、一人の男に、疑いの目が向けられた。マーカス・ウォーカー、31歳。現場から3ブロックほど離れたアパートに暮らす、黒人の男性だった。なぜ、彼だったのか。理由は、あまりにも曖昧なものだった。事件当夜、近くにいたと証言した者がいた。ただ、それだけだ。確かな物証は、何一つなかった。凶器も、血痕も、指紋すら、一致しなかった。しかし警察は、マーカスを有力容疑者と位置づけた。目撃証言は、一人の男によるものだった。暗い路地で、一瞬見ただけだという。それでも、捜査は彼を中心に進んでいった。マーカスは訴えた。
その夜、俺は家にいた。と、娘のサラと一緒に夕食を食べていたと。しかし、その言葉を信じる者はほとんどいなかった。アリバイを証明できるのは、当時8歳だったサラだけ。幼い子供の証言は、法廷では軽く扱われた。追い詰められていくマーカスの横で、捜査の歯車は静かに、しかし確実に回り続けた。そして翌年、彼はついに逮捕される。手錠をかけられた瞬間、サラの泣き声が背後に聞こえたという。その声が、長い間、彼の耳から離れなかった。1995年、春、マーカス・ウィリアムズは、殺人及び強盗の容疑で正式に起訴された。逮捕の知らせは、近隣にすぐ広まった。地元の新聞は、彼の顔写真を一面に掲載した。凶悪犯、ついに拘束、という見出しとともに、裁判が始まる前から、世間の評決は出ていた。検察側が提出した証拠は、3つだった。現場付近で目撃されたという証言、被害者の血液と、類似する、とされた繊維片、そして、元交友関係者による供述。しかし、それぞれに重大な欠陥があった。目撃証言をしたのは、暗闇の中で一瞬見ただけだという老人だった。繊維片の鑑定は、DNA ではなく、目視による簡易的なものに過ぎなかった。供述者は、後に捜査当局から取引を持ちかけられていたことが明らかになる。それでも、法廷の空気は最初から決まっていた。弁護側はアリバイを主張した。娘のサラと自宅で夕食を食べていた。と。しかし、幼い子供の証言は、証拠として十分に扱われなかった。裁判官は淡々と手続きを進めた。陪審員たちの表情は、最初から硬かった。評議は、わずか4時間で終わった。有罪。その2文字が読み上げられた瞬間、マーカスは目を閉じた。抗議の言葉すら、出なかった。ただ、傍聴席から聞こえるサラのおえつだけが、耳に刺さった。判決は、仮釈放なしの終身刑。彼の人生は、その日から塗り替えられた。翌日、独房の扉が閉まる音を聞きながら、マーカスはある決意を固めた。真実は、必ず形に残さなければならない。と、しかし、その戦いがいかに長く、過酷なものになるかを、この時の彼はまだ知らなかった。独房は、4畳半ほどの広さだった。コンクリートの壁、錆びついた金属の扉、そして、一日のほとんどを過ごす、薄い信頼。マーカスの服役生活は、そこから始まった。最初の1年は、怒りで満ちていた。なぜ自分がここにいるのか、なぜ誰も信じてくれないのか、その問いが、頭の中でぐるぐると回り続けた。しかし、怒りは長くは続かなかった。刑務所という場所は、人間の感情を、少しずつ削り取っていく。朝6時の点呼、決まりきった食事、運動場での1時間、そして、また独房へ。その繰り返しが、31年間続いた。仲間の受刑者たちは、彼を、静かな男、と呼んだ。マーカスは、むやみに言葉を使わなかった。使う必要がなかった。というより、使う気力が失われていった。それでも、彼は諦めなかった。理由は一つだった。母のサラが、面会に来るたびに言い続けた言葉があった。あなたが無実であることを、私は知っている。その言葉だけが、彼の中で灯り続けた。マーカスは独房の壁に、密かに記録を刻み始めた。裁判での証言の矛盾。自分がその夜、どこにいたか、覚えている限りの全てを、小さな紙切れに書き留めた。刑務所の医療は、劣悪だった。咳が続いても、痛みがあっても、まともに見てもらえない日が続いた。それでもマーカスは、体を壊すまいと、できる限り体を動かし続けた。生きていなければ、真実を証明できない。それが、彼が自分に課した唯一のルールだった。31年という時間は、人の一生の大半を奪う。しかしマーカスの中で、真実への執念だけは、消えることがなかった。そして、その執念に気づいた人間たちが、ゆっくりと動き始めていた。マーカスの執念に気づいた人間たちが、ゆっくりと動き始めていた。最初に動いたのは、彼の娘だった。面会のたびに、父の目が濁っていくのを感じていた。それでも、その奥に残る光が消えていないことも、
知っていた。娘は地元の無実支援団体の扉を叩いた。最初は、門前払いに近い対応だった。31年前の事件。証拠はほとんど失われている。担当者たちは、難しい顔をして首を横に振った。しかし、娘は引かなかった。父が書き続けた手紙を、束にして持ち込んだ。事件当日の記憶、矛盾する証言の記録、独房の中で、一時一時、丁寧に書き起こされた文書だった。その厚みを見て、一人の若い弁護士が立ち上がった。彼女の名はリン・アンダーソン。当時、無実釈放の専門チームに加わったばかりだった。リンは、記録を読み込むほどに確信を深めた。この事件には、見落とされた証拠がある。そう直感したのは、最初の週末のことだった。チームは動いた。古い証拠品の保管庫を調べ、廃棄処分の一歩手前で、ある袋を見つけた。小さな布切れ。事件当日、現場に残されていたものだった。30年以上、誰にも顧みられることなく、眠り続けていた証拠。それが今、ようやく光の当たる場所へと引き出された。娘が諦めなかった。弁護士が信じた。仲間たちが動いた。真実というものは、一人では掘り起こせない。しかし、信じる人間が集まった時、その土はようやく動き始める。そしてその袋の中に眠るものが、次の扉を開けることになる。小さな布切れ。それが、31年という時間を動かすことになった。証拠保管室の奥深く、誰にも触れられることなく眠り続けていた袋。その中に、真実のかけらが閉じ込められていた。娘のマリアは、資料を抱えながら弁護士事務所の扉を叩き続けた。断られても、また次へ。笑われても、また次へ。彼女の目に諦めという言葉は、最初から存在しなかった。そしてついに、イノセンス、プロジェクトの弁護士チームが動き始めた。彼らが最初に求めたのは、DNA 鑑定の再実施だった。1995年当時の技術では不可能だったこと。しかし今は違う。たった数ミリグラムの細胞から真実を読み解くことができる。鑑定結果が届いたのは申請からおよそ8ヶ月後のことだった。布切れに残っていた DNA はラッセルのものではなかった。それだけではない。データベースとの照合によって別の人物の遺伝子情報と一致したのだ。チームは静まり返った。誰も言葉を発しなかった。ただ、その数字と記号が並んだ紙をじっと見つめていた。さらに、もう一人の証言者が現れた。事件当夜、現場の近くにいたという老人だった。彼は長年、ある重大な事実を胸に抱えながら生きてきた。恐怖が口を閉じさせていた。しかし年老いた今、その秘密を墓まで持っていくことに耐えられなくなったと言った。本当のことを話さなければならない。彼の言葉は震えていた。しかしその声は確かに届いた。真実は一人では掘り起こせない。しかし信じる人間が集まった時、積み重なった嘘の地層はついに崩れ始める。証拠は揃いつつあった。次は法廷という舞台だった。31年越しの再審が今まさに幕を開けようとしていた。31年越しの再審がついに始まった。法廷は静まり返っていた。傍聴席には支援者たちの顔があった。誰もが息を殺して見守っていた。弁護団が提出したのは DNA 鑑定の結果だった。現場に残された証拠物から採取された DNA はジェームズのものとは一致しなかった。それだけではない。データベースの照合により別の人物の DNA と一致したのだ。検察側は抵抗した。31年前の捜査に問題はなかったと主張した。しかし証拠は嘘をつかない。そしてあの老人の証言が読み上げられた。震える声で記された言葉が法廷に響いた。私が見たのは別の男だった。ジェームズではなかった。陪審員たちの表情が変わった。弁護士は静かに言った。この人は無実です。裁判官が口を開いた。言葉が出るまでの数秒が永遠のように感じられた。被告人を無罪とする。法廷が揺れた。傍聴席からおえつが漏れた。誰かが泣いていた。みんなが泣いていた。ジェームズは立ち上がれなかった。椅子に座ったまま天井を見上げた。涙は出なかった。ただ
唇が小さく動いた。やっと、終わった。31年間、彼は叫び続けた。誰にも届かない声で、叫び続けた。その声がついに、世界に届いた瞬間だった。しかし、物語はここで終わらなかった。自由を手にしたその日、彼を待っていたのは、別の現実だった。無罪の先に、もう一つの試練が口を開けて待っていた。自由になった翌朝、ジェームズは病院へ向かった。31年ぶりに、自分の意志で扉を開けた。しかし、その扉の先に待っていたものは、希望ではなかった。医師は、静かに告げた。肺がん、末期です。ジェームズは、その言葉を聞いて、目を閉じた。笑いもしなかった。泣きもしなかった。ただ、深く、息を吸い込んだ。刑務所の環境は、劣悪だった。汚れた空気、劣悪な食事、放置された体調不良。何度訴えても、まともな診察すら受けられなかった。その積み重ねが、彼の肺を蝕んでいた可能性が高い。弁護団は、国家に保証を求めた。しかし、答えは冷たかった。因果関係は認められない。31年間、濡れ衣を着せておきながら、国家は最後まで背を向けた。それでもジェームズは、怒りに飲まれなかった。残された時間を、憎しみで埋めることを、彼は選ばなかった。彼は、弁護士たちと共に机に向かった。自分の事件の記録を、丁寧に整理し始めた。同じように冤罪で苦しむ人たちへ、その記録を届けるために、俺の31年が、誰かの1年を短くできるなら、それでいい。彼はそう言った。静かに。しかし確かに。そう言った。自由とは、何もない空白ではなかった。彼にとって自由とは、誰かのために使える時間だった。無罪を証明された男は、最後の日々を、他者の無実のために捧げた。物語の終わりは、まだ語られていない。次回、すべての記録が、一つの言葉に収束する。彼の話は、これで終わりではない。今もアメリカのどこかで、同じように誰かが冤罪の闇の中に閉じ込められている。DNA 証拠が存在しても、弁護士がいなければ、無罪は証明されない。お金がなければ、戦うことすらできない。31年、その数字の重さを、あなたはどう受け止めるだろうか。国家が人の時間を奪い、命を削り、それでも、保証しない、と言える社会は、本当に正しいのか。彼は残された日々を、誇りではなく、使命に変えた。それは、静かな、しかし最も強い抵抗だったかもしれない。あなたの周りにも、声を上げられずにいる人がいるかもしれない。正義は、待っていても来ない。誰かが動いて、初めて動き始める。このチャンネルでは、これからもうずもれた真実を掘り起こし続ける。もし今日の話が心に刺さったなら、ぜひチャンネル登録をお願いしたい。あなたの一押しが、次の声なき声を届ける力になる。